実はもうね、作品自体はもう完成してるんですが、前回の動画ですと、まだこのサイドミラーとかテールレンズの方をね、つけてないんですよね。で、今日はね、そこからスタートして、で、あと土台ですね。土台を制作するところも紹介させていただきたいと思います。で、パトカー自体はもうこれで完成になりますので、今日のこの動画はね、完結編ということでご覧いただければと思います。今日はテールレンズの製作から始めます。こういうね、クリアパーツなんですけど、ギリギリのところ切ってしまうと、クリアパーツ結構硬いので、このクラックが入っちゃったりとかして、パーツの破損につながるんですよね。なので、もう本当に気持ち少し余分に残して切り取っといてあげて、こっちもですね、ちょっと余分に残して切り取ってあげます。そしたら、あとはね、こういうね、平らなヤスリとかでね、ひたすら綺麗になるまで磨きます。こんな具合ですね。でちょっとね、これバリが出てるんですよね。バリも綺麗に処理してあげましょう。これリアのテールレンズなんですけど、もうすでにね、切り落としたところは400番で削ってあるんですね。で、これ隠れちゃうんで、そのまま使っても大丈夫なんですが、一応ね、もしやるのであれば、これ仕上げ目のコンパウンドになるんですけど、こういうのを当ててあげて、で、これをね、磨きます。さっきよりはね、目立たなくなったかなという感じですよね。ヘッドライトもここにあったんで、一応これ磨いておきましょう。はい、でこれね、一応全てコンパウンドを一通りかけたんですけど、取り付ける前に中性洗剤で洗います。このリアのね、コンビネーションランプのバックランプとか多分ウィンカーが入るレンズだと思うんですけど、これがね、ここにこうくっつくようになってるんですけど、もともとこの下地がクリアレッドの成型色になっちゃってるんで、これをね、裏を、今からね、長谷川のミラーフィニッシュ使ってシルバーに変えていきます。クリアレンズを半分だけウィンカー色にそうしておきます。コンビネーションレンズのこのウィンカーの部分塗装終わったんですけど、こちらを乾かしてる間にヘッドライトの周りをね、完成させたいと思います。この先ほど洗ってきたヘッドライトレンズをここにつけていくんですが、クリアレンズとかはですね、ちょっと扱い方間違えると見た目がすごく汚くなっちゃうので、なるべくね、プラスチックを侵食しない接着剤を使いたいんですよね。で、ここで出てくるのがこの UV ジェルグルーっていうね、これ紫外線で硬化するタイプの接着剤なんですけど、ちょっとだけね、取り出しておきます。これをね、爪楊枝かなんかで手に取って、ほんと必要最低限度つけていきます。あんまりつけるとね、目立っちゃうので、
ほんと少しでいいと思います。そしたらこのヘッドライトレンズの上にこんな感じでくっつけます。ヘッドライトの上にね、こんな感じで乗っけていきます。で、紫外線で硬化させるんですが、こちらにね、紫外線照射ライトがありますので、これをこのちょうどね、ヘッドライトの先ほどつけたところにこのような感じで照射させていきます。ほんとね、すぐ止まるので、これ蛍光灯ぐらいだったら全然固まらないんですけど、外とかでやると本当あっという間に、外でも結構ね、あっという間に固まると思います。で、見た目もすごい綺麗に仕上がるんですよね。はい、こんな感じです。もう片側やりましょう。これクリアレンズにしか使えませんので、接着剤つけたところがね、結局紫外線当てるときにこの透明な樹脂でないと紫外線が通り抜けていかないので、色ついてるやつとかは使えないです。透明のこのレンズだったりとかね、透明のプラスチックだけ使います。もうしっかりくっついてます。これではリアのコンビネーションレンズを組み立てていきます。先ほど使ったね UV ジェルグルーをまた同じようにこちらでも使います。はい、でまた照射します。大丈夫そうですね。でこれを早速車の方にね取り付けていきます。ヘッドライトの時と同様にちょうどね、ボディと密着する部分に、こちらの接着剤をくっつけていきます。コンビネーションランプレンズ赤色なんで、ひょっとしたらねちょっと効果時間がかかっちゃうかもしれないですね。透明だと結構早いんですけど、赤色だとね紫外線が多分うまく入らないかもしれないですね。とりあえず大丈夫そうですね。具合でつきました。左サイドミラーの補助ミラーを取り付けます。ここでついにサイドミラーの取り付けを行うんですが、エポキシ接着剤を使って取り付けています。そしてドアハンドルの取り付けです。
そしてトランクモールの取り付けを行っています。では事前に塗装してあったナンバーのボルトをね取り付けていきたいと思います。後ろのナンバーの左側だけ封印が入りますので、ちょっと大きめのね部品に交換しています。では実際ナンバーの方を取り付けていきましょう。部品のね取り付けが全て終わりました。でこの後ねちょっと磨き残しがないかとか、あとちょっとこう筆差しでね修正できる箇所がないかとかいろいろ確認した上で、大丈夫そうでしたら最後にねこちらの液体ワックスをかけていきたいと思います。ではこの液体ワックスかけていくんですけど、このね液体ワックスね表面に塗ってしまうと、もうその面とかね接着したりとか塗装したりとかができなくなるので、まあ最初の方にねお話ししたかもしれないですけど、必ずこの工程は一番最後にした方がいいです。でとりあえずね表面はもう問題なさそうだったので、このままね液体ワックスの方をかけていきます。であんまりもうね奥の方入れちゃうと今度拭き上げが大変になっちゃうので、表面見えるところですね、表面面積が多いところを中心に液体ワックスをかけていきます。はい、ではね、少しだけねちょっと乾燥時間を置きたいと思います。ワックスが乾きましたので拭き上げの方を行っていきます。このねワックスの効果ってねすごいんですよね。私も最初はねそんなに期待はしてなかったんですけど、これ使い始めてからはねもう必ず最後はかけるようにしてますね。これかけた瞬間にね輝きがまたさらに増すんですよね。ただまあ下地がちゃんとできてることが大前提の話ですけど、下地がちゃんと出来上がってるとねこのワックスかけた途端に輝きがぐっとまたさらに増しますので、必ずね最後にワックスかけた方がいいですね。ただ何度も言いますが、これやってしまうと最後にね、接着したりとか塗装したりとかもできないので、必ず最後に回した方がいいです。綺麗ですね。はい、パトカー本体は
これで完成になります。いやー、結構いいツヤ出てますよね。はい、かなり完成が楽しみになってきますね。最後にね、パトカーを設置する土台を作っていきます。今切り出しているのは 3mm 厚のプラ板になります。はい、切り出しの方が完了しました。じゃあ次はね、枠を作っていきます。しっかり固定させるためにプラリペアを使います。ちょっとね、枠だけだと強度的に不安なので、補強をね入れていきたいと思います。こちらの接着もプラリペアで行っていきます。枠作るときにサイズ調整でちょっと隙間がこちらにもできてしまったので、これを今ねポリパテで埋めていきます。ポリパテね、結構新しいうちだと中のねこの液体になってるこの溶剤みたいなやつがねこうやって出てくるんですよ。でこれね結構量がね多かったりとかすると、これが原因でね硬化不良を起こしたりとかがあるんで、あらかじめ取れる分は取っといていいですね。で適量をまず出しておきます。よし。硬化剤をこの同じ長さ分だけ出します。この色に、ね、なるぐらいがちょうどいいらしいですね。で、二液型なんで、もうこの混ぜ合わせた瞬間から硬化が始まってます。なので、まあそんな瞬間に固まるわけじゃないんですけど、あんまり時間は置かない方がいいですね。充填をしていきます。で、パテに関してはみんなそうなんですけど、ね、この隙間の中にこうやって埋めるようにして充填した方がいいですね。結構ね、中スカスカになっちゃってたりとかすることもあるんで、充填するときは必ずこうやってね、中を埋めるようにしてやった方がいいですね。このね、充填する隙間が大きすぎるので、パテももったいないですし、硬化時間がどんどん長くなっていっちゃうので、これ 2mm のね、フラ棒なんですけど、こういったもので、ちょうどここの隙間に入るので、最初にね、あらかじめちょっと充填をしていきます。で、流し込みかなんかでね、接着していきましょう。で、逆側も同じように入れるんですけど、ちょっと隙間が大きいかな。で、このやり方結構ね、通常の模型製作にも応用できますので、ぜひね、習得しておいた方がいいですね。結構ありがちなのが、飛行機とかで主翼と胴体をね、
脱退させた時の隙間とかね、結構ねできるやつ、大きい隙間できるやつがあるんで、船でいうと船体と甲板が合体した時にね、隙間ができちゃったりとかが結構あるんですよね。1ミリぐらいだったらポリパテでなんとかなるんですけど、結構2ミリぐらいになるともうプラスチック詰めちゃった方が早いです。縦が柔らかいのって削っていくうちにね、この目詰まりを起こすんですよね。今ちょっと棒ヤスリで荒研ぎをしてたんで、スポンジヤスリに変えてね、細かく研いでいきます。では一旦サーフェイサー塗装を行います。サーフェイサー塗装の乾燥時間を置いている間に電子部品の改造を行っていきます。スイッチ部分をね増設するのに、今ね表面の絶縁部分をルーターで削っています。そして作動スイッチをプッシュスイッチに移設していきます。サーフェイサーを書き終わったんですが、この辺とかね、この辺とかとここもか、あとこっちで言うと、このエッジのあたりにね、ちょっとこの番手で高いやつで磨いちゃった後の傷がちょっとうっすら出てきちゃってるので、これを処理をしていこうと思います。こんな感じで処理していきましょう。この磨き傷が出ちゃってるところは、このね、これミスターホビーの低粘土タイプのパテなんですけど、これはラッカーパテになりますね。これ粘土が低くて、溶きパテを少し強めたみたいな感じなんですが、一応これをね、この隙間に充填させていきます。じゃあちょっと乾燥するまでこのまま放置しましょう。じゃあ2度目のサーフェイサーをかけます。サーフェイサー塗装の方が終わりました。
もうね表面かなり綺麗に仕上がってますので、このまんまねちょっと塗装を行いたいんですが、上にねパトカーが乗っかるので、これもねちょうどこう半分から下をね黒にして上を白の塗装で仕上げたいと思います。それでは模型と同様に白の部分はねキャラクターホワイトの方で塗装します。はい、ではねこちらの塗装をちょっと乾かしてる間に、この土台の真ん中にねこの警察のシンボルである旭日章、こちらを取り付けていきたいと思ってるんですが、ちょっとこのまんまでは使えないので、これちょうどいいサイズをねネットで探してきたんですけど、ここだけちょっとね型取りをしたいんですよね。でその際に使用するのがこちらのねブルーミックスというものになります。でこのブルーミックスは A と B がね混ざることによってシリコンの型を作ることができるんですけど、まずはね程よい量を取り出していこうと思います。ちょうどね50、50で混ぜ合わせていきます。どんくらいの量だろうな。上の部分の型取りを取りたいだけなのでそんなには使わないと思うんですけど、とりあえずこんなもんでしょう。で B 材の方も本当はねデジタルスケールとかで重さ測りながらやった方がいいかもしれないですね。でちょうど同じぐらいの量で取った A と B をねこれを混ぜ合わせていきます。そうするとねちょうど水色ぐらいになるんですよね。はい、こんな感じですね。こんな感じになってきますので、よいしょ、こんなもんかな。で先ほどのこの上に押し付けていくんですけど、ある程度ちょっと丸めといて、でよいしょ、上から押すように入れた方がいいな。まずはで横にこうやって広げるようにして、上から押し付ける方がいいですね。上から押し付けるようにこう横に広げていきましょう。よいしょ。ブルーミックスはおよそ30分ほどで固まりますので、このままね硬化を待ちたいと思います。はい、もう大丈夫そうですね。もう固まってますので剥がしていきましょう。うまく取れてるかな。まあ悪くはないかな。取れてそうなんですけど、なんかちょっと若干ね一部だけうまく取れてないところが残ってますね。この後ねこの型を元にコピーを作って、実際ちょっとねこういうところの修正をね入れたりとかしながら、部品をね完成させていきたいと思います。コピーを作る際にその材料となるのがねこちらの素材となります。でこれですね一応2液型の、レジンキャストになるんですけど、こちらね固まると透明になるんですが、まあ塗装してしまうのでね影響はないと思います。はい、あとですねシリコンの型から複製をね取り外しやすいようにこちらのシリコンバリアの方を使っていきます。型にね素材を流し込む前に、この型自体をね40度から50度ぐらいまでね余熱をかけといた方が硬化が早まるそうなので、こちらをねこれから今ドライヤーで温めていきます。
はい、ちょうど50、50の割合で混ぜていくので、これ多分 5ml だと思うんですけど、このメモリを両方 A 剤と B 剤両方とも合わせて、で、攪拌していきたいと思います。まずは A 剤の方ですね。そんなに量いらないと思うんで、もうほんと少しだけ取ります。じゃあ混ぜ合わせた瞬間から硬化が始まるので、ここからはねちょっと手早くやりたいと思います。はい、でよく攪拌させます。すでにね余熱を加えた型の上に流し込んでいくんですけど、レジンキャストとか流し込むときはね、こういう下にねお皿とかを引いて、周りにね影響が出ないようにしてやった方がいいですね。まずはちょっと流し込んでみますか。あんまりね一気にやると型の中に気泡が入ってしまうんで、ちょっと様子見ながらやった方がいいですね。ちょっとね気泡が入ってそうなところはこんな感じでちょっとライターで炙ってあげたりとかすると気泡がなくなります。はい、ではね今レジンキャストで複製を作ってる間に、土台のね下半分をパトカーとね同じ黒で塗装していきたいと思います。で塗装が乾きましたら、続いてね表面にクリア塗装をかけていきます。まずはプラクリーナープラスで脱脂を行いましょう。はい、ではレジンキャストの方がもう固まってますので、ちょっと出来栄えを確認してみましょう。ちょっとこのまんまじゃよくわからないので、一旦ねサフェーサーを吹きつけてみて、表面とかがねしっかり仕上がってるかどうか確認していきます。余分な部分も切り取ってみたんですけど、うまく複製されてますね。であとちょっと細かいところをもう一回切り落としてみて、修正しながら部品として完成させていきましょう。はい、修正の方が終わりました。はい、綺麗に複製取れましたね。じゃあ今からねこれを、金色に塗装していきます。同時に旭日章のつける土台をねスチレンボードで作りましたので、こちらもね黒に塗装をしておきます。そしてその黒の土台に先ほど金色で塗装しました旭日章を木工ボンドを使ってね接着の方をしていきます。突然ね思いついてしまったんですけど、この土台の上にね道の情景を描いていきたいと思いますので、即席ではあるんですけどね白線を描いていきます。塗装を塗り分けたところに段差がやはり残ってますので、一旦水研ぎで磨き上げます。
では最後のクリアがけをしていきます。パトカー本体の時と同様に粗め、細め、仕上げめと順番に番手を上げていきながら土台の表面を磨いていきます。それでは今回のね仕掛けとなります電子部品をね土台の中に組み込んでいきます。土台の上にねこちらの簡単な造形のこの道路を貼り付けていきます。ではこれからタイヤにワックスをかけます。これは好みなんですけどつけた方がね、タイヤにツヤが出ますので、これ実車に使ってるタイヤワックスと一緒なんですけど、同じゴム製品なのでこれをつけた方が、よりねタイヤにツヤが出ますので見栄えがね良くなると思います。やっぱツヤが出て見栄え良くなりますよね。では道路の情景を描いたベースの上に今からねパトカーを乗っけていきます。まずはね配線を穴に通す作業ですね。これ結構地味に大変なんですよね。そして裏からネジで本体を留めていきます。そしてここで丁寧に作った枠の上にやっとねベースが乗っかっていきます。電子部品とパトライトのね配線を今からねハンダ付けで結線していきます。いよいよこれで最後の工程になります。よいしょ。はい、終わった。できました。最後までご視聴いただきありがとうございます。いやー、なかなかいい出来なんじゃないでしょうか。でね、このパトカーなんですけど、この後ね、神奈川県厚木市のポストホビーさんで展示させていただくことになりました。で、今ね、お店はこちらの方に出てると思うんですが、展示期間とかね、あとお店の詳細なんかは動画の概要欄の方にも記載してありますので、ぜひね、確認していただいて、このパトカーを目の前で見てあげてください。よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあれば気軽にコメントを残してください。Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。もしこの動画を気に入っていただけましたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。